こんにちは、粟田洋介です。今回の動画は怒りやストレスの浄化作用のある絵の描き方を紹介したいと思います。またその描いた作品をどのように作品として仕上げていくのか、そういったアートとアートセラピーの両方の要素を合わせた内容になっております。私たちの多くは日々いろいろなストレスを抱えて生活していることと思います。仕事や人間関係、育児や介護、そしてもしかするとうまくいかない現実など、原因は人それぞれいろいろあると思いますが、腹が立ったりイライラしたり、人によってはそういった怒りの感情にも気づかずに苦しい思いをしている方々もいらっしゃると思います。そんな時は怒ること、爆発させることで案外スッキリすることも多いと思います。そこで今回紹介するのがカタルシスアートです。では早速その怒りとストレスを絵にぶつけていこうと思うんですが、私自身今全然ストレスフルな状態でもないし、何かに腹を立ててるわけでもないんですが、カタルシスアートを描くときは素早くエネルギッシュに描きます。なので私の今の気分には関係なく殴り書きをしていこうと思います。そういう絵の描き方をするとどんな気分の時もスッキリすることがあるんですよね。今回この A4 の紙に描いていこうと思いますが、本当はもっと大きな紙に描いた方がいいです。感情を爆発させてこんな風に描くわけですから、大きいほどいいわけです。なのでこれは A4 なんですが、これの倍とかそれ以上大きなものに描くことをお勧めします。そして今回ガッシュという絵の具を使います。不透明水彩絵の具とも言います。カタルシスアートを描くときは水彩絵の具とか墨などが良いようです。流れるように描ける画材ですね。それからゴシゴシ描けるオイルパステルなんかも良いようです。そして今回は不透明水彩絵の具を使うんですが、赤、黄色、黒っていう色を選びました。色に関してはその時ご自身が使いたい色を選んで使っていただければいいと思うんですが、赤、黄色、黒を選んだ理由はまた後でお話しさせていただきます。こんな感じに書いていますが、最初に言ったようにそんな殴り書きをしたいほどストレスが溜まっていたり怒りの感情が湧き出てるっていう状態じゃないんですが、ちょっと雑に書くっていう感じで書いていったら、なんか自然に指で書くフィンガーペイントなんかを自然にし始めたりして結構楽しんでいます。ちょっと無意識にやっちゃっただけなんですけど、フィンガーペイントっていうのもカタルシスアートにはとても有効な方法です。そしてクリエイティブなアイデアも出てきやすくなるんですよね。そしてカタルシスアートとか知らなかった時に、というかアートセラピーとかを勉強し始める前にこんな動画を上げてるんですが、この時は想像力だったか自由な発想だったか忘れちゃったけど、フィンガーペイントで描き始めるっていう動画です。だから指で描くと自由に想像力が働きやすいっていうのは私自身の経験からも実証済みです。カタルシスアートを描く時のモチーフなんですが、例えば凶暴な動物とか火山が爆発している絵とか、戦争や争い、そして汚いものや嫌いなものをモチーフにすると良いようです。今回私は凶暴な動物を描いてみました。そしてこの黄色と黒なんですが、ストレスがある時にこういう色を使いがちなんだそうです。そして今回赤も使うんですけど、赤と黒は怒りの色です。なので黄色と黒のストレスの色、そして赤と黒の怒りの色、その3色を合わせて描くっていうこともとても効果的なようです。でもこの3色で描く必要はなくて、何色で描いてもカタルシス効果は得られるようです。赤が固まっていますが、水彩絵の具のいいところは固まっても水で溶けるので再利用ができます。
こんな感じで描いて今もう乾いています。私自身そこまでストレスが溜まってるわけでも今何かに腹を立ててるわけでもないのでそこまで感情を込めて描くことはできませんでしたが、ちょっと殴り書きっていうかなんか雑な感じで作品としてこれはこれで面白いなと私は思います。ですがここにちょっと筆を入れて仕上げていきたいと思います。例えば本当にすごくストレスが溜まってて怒りの感情をむき出しで描いた場合にその時ストレスや怒りが浄化されてこの絵を描くっていう効果が得られたとします。そうしたらもうこの絵はそこで終わりなんですがその怒りの感情で描いた感じがいいなっていう場合もあります。そしてそのまんまの状態でいい作品であるっていう場合もあると思います。ですがこの感じでもうちょっと丁寧に仕上げたいそう思った場合は雑に描いているうちにだんだん気持ちが落ち着いてきてなんかだんだん丁寧になってくる時っていうのもあります。そうしたら雑に描き始めて最後は丁寧に仕上げるということもできると思います。もしくはその日怒りの感情で殴り書きをしてその翌日とか何日か経ってもいいんですけど気持ちが落ち着いている時にその作品を改めて仕上げたっていいんじゃないかと思います。そんな感じでちょっと仕上げていこうと思います。これはプライマリーマジェンタそしてプライマリーイエローを混ぜてこの黒が嫌だなきったね黒混ぜるとこれだけ嫌なんだよな。白を混ぜることによって綺麗に重ね塗りができます。殴り書きをして描いたような雑な仕上がりが好きではないという方もいらっしゃると思います。私は結構雑な感じって好きなんですけど、私自身が怒っていたりイライラしている時っていうのは絵を描く気にもなれなくて、そんな感じで絵を描いて出来上がった作品に満足したことってないんですよね。さっきも言ったように今回私は全然イライラしてるとかじゃないんですけど、殴り書きよりもちょっと丁寧に仕上げたいなと思って今仕上げに入っています。しかし忘れてはいけないのは殴り書きで仕上げた素晴らしい作品もあるということです。カタルシスアートには怒りやストレスを浄化するっていう作用もありますが、その感情的なエネルギーが素晴らしい作品を生む場合もあるんです。先日ある YouTube の動画で見たんですが、まさにカタルシスアートといった感じの作品がニューヨークのギャラリーに並んでいました。見た感じローアートっていうジャンルの作品で生の芸術という意味です。アウトサイダーアートとかアートブレッドとも言われる私の大好きなジャンルです。このジャンルは正式な美術の教育を受けていない人たちが作る芸術作品のことです。日本では障害者の方々の芸術作品のことをアウトサイダーアートとかアートビルドって言ったりします。そして怒りをむき出しにして殴り書きにするこういった絵の描き方は技術も知識も関係ないまさに生の芸術でとても素晴らしいと思います。私が今回の動画をこのトピックにしたことには、一人でも多くの人に少しでも生きづらさを軽減して幸せに生きていただきたい、そんな思いがあり、微力ながらもこの動画を作ることにしました。
こんな感じに完成しました。もう時間が経って乾いています。くっきりさせるところはくっきりさせて、雑な感じも残しました。まあこれも雑って言えば雑なんですけど、殴り書きで書いたものよりは仕上げた感があります。ただ殴り書きで終わらせた時の良さっていうか、味っていうか、そういったものもあって、必ずしも最後丁寧に仕上げることがいいとは限らないと思います。そんなわけで今回はカタルシスアート、怒りとストレスを爆発させてスッキリする絵の描き方でした。今日はうちの猫が出てきていませんが、今横にこんな感じで寝ています。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。